フィッシャーズシュグです。おときです。本日の動画はですね、はい、フィッシャーズの中でですね、社会科見学コーナーみたいなのがあるんですよ。ありますね。かつてやったやつといえば、動物園行ったり水族館行ったりしましたね。シルクは行ってないけどパン屋さん行ったりとか、やりました。ケーキもやったな。ケーキとかもやってたし、社会科見学の動画、マジでいい経験になるんだよね。 YouTube のね動画としても、社会科見学の動画非常にね皆さんに見てもらえてると。で今回なんですけど、ちょっとこんな経験もしてみようと。漁師経験です。漁師です。漁師漁師、どっちの漁師だ。こっちです。そっちか。漁師さんの体験をしに行こうと思います。イノシシとかを撃ったりとかするね。今回僕ら、漁師さんの元に行って、実際に漁に出ます。しかも、そこクマが出ます。やば、クマも相手にすることあるか。クマ、イノシシ、鹿などがいる場所に実際に僕らも入ってそこで漁をします。マジか。漁なので、相手が自然なんですよ。そうですね。だから何が起きるか分かりません。だから動画として本当にクマがいるのかイノシシがいるのか、そんなことは分かりません。そこすらも体験だと思うんで。相手次第だよね、自然は。ゲームセンターじゃないんだからさ、行ったらそのゲームがあるわけじゃないじゃん。分からないんですけど、ただその経験っていうのも必要だと思うんですよ。なんかちょっとすごい一瞬で目が覚めてきたわ。本当に舐めてると命を落とす危険性がある。山も怖いですからね。そうなんですよ。何が出なかったとしても怖いんですよ、山って。で今日は動画撮影しながらもう本当に命とのやり取りなんですよ。ちょっと怪我なく帰れるようにはしたいと思います。いや、なんかその他の職場体験がいい加減な気持ちでやってるわけじゃないけど、今日は緊張感あるね。じゃあね、そう、集中はもちろん全部のね職業体験でしてるんだけど、してるけど一呼吸一呼吸に集中しないと危ない。漁師さんって、じゃあ何をされてる方なんだろうっていうねこともあると思うんですよ。そこも確かにな、なんで漁師さんやられてるんだろうとかさ、ふんわりとしたイメージしかないね。そうなんですよね。でネットで調べればそれは出てくるよ。けど現地の声とか現地のその空気とか、やっぱりこう頭でっかちになりすぎず、そうですね、自分たちから触れてみて、それを映像で届けて、こういうことなんだ漁師さんっていうのを感じるのが大事だと思うんです。今日はそれをね感じるためにも、漁師さんとは何ぞやっていうのを生で聞けたらいいなと思います。我々もなんか野生動物を見に行ったりすることはあるから、そういう意味でも漁師さんの目線ってすごいいい勉強になりそう。僕ら2人、アマゾン経験者なんですよ。だからといって行ける主張ではないんですよね。この2人で行った方がいいと僕が判断しました。自然相手はそうかもしれない。そうなんですよ。うちのメンバーの中でも自然相手してちゃんとこう一歩一歩緊張感を持っていける、でかつ慌てない。獣が出てきたら例えば撃つじゃないですか。罠にはめたりとかするわけですよね。それでさ、命をいただくわけです。いただくということは、その後それこそさばいたりもするわけですよ。それも漁師さんがやるんだな。やる方とかいるのよ。なんだったらさ、もう山の上でハントした場合は、下ろすのにすごい時間かかったりするわけ。うわ、考えてみればそうか。そう、あんなに険しい山に登って、じゃあそこで獲物取りました、それどうすんのってなった時に、やっぱりその場でもしかしたら臓器をね取ったりもするかもしれないじゃない。そうね、ダメになっちゃうし、重いし。そう、重いから。そういうのとかも現地でそれ聞いたりとかできて、でそういうのがやっぱできる人、できそうな人が多分この2人であろうと、確かに判断して今回はこの2人で行こうかなと。いや、わかりました。もうそう聞いたら自分行かざるを得ないな。それはクマのドッキリ覚えてる？その時は着ぐるみだったんだけど、俺たち知らせずにバスの近くにクマが出るっていうドッキリ受けたことあるね。で結構リアルなクマだったじゃない。そうだね。あの時に冷静になれてたのが元木だった。もう背中見せちゃいけないとかね。そう、一回背中見せようとした瞬間戻ったんだよ、元木が。やべえっつって、でゆっくり後ろに後退してったのね。でなほら、やばい、動画撮れ動画撮れ、すげえでかい声出した。
あれでちょっと怖いのよ。いや声出すと威嚇と捉えられかねないというか。そうまだ敵意がない状態だった時のクマに「動画撮れ動画撮れ!」って大きい声出してちょっと危ないなと。危ないね。そこで1個判断しました。確かに。でマサイに関しては全力疾走したのね。あ、もうさ、逃げるもの追いますからね。一番危ないの一番危ない。一番危ないの。クマってめちゃくちゃ足速いんでしょ。60キロぐらい、時速60キロぐらいありますって言うからもう逃げらんないんですよ普通。めちゃくちゃやばい。もうあれマサイやられてます。マサイはやばい。はい、ちょっとあの2人ちょっと危ないなと。でダーモもちょっと危ない、ザカオに関してはなんか叫びそう、やべえよって言うからまあ基本冷静ではない。冷静ではない、納得でしょ。納得で僕に関してはですね、はい、一度生で本物のクマに遭遇したことあるんですよ。それはすごいわ。まあでも本当にまだ全然大丈夫な距離ね。相手も多分認識してないだろう。でこっちは分かったけど、あ、こっから近づかない方がいいな。野生は怖いよね。子グマ2頭連れてたんですよ。親グマだ。親グマですに遭遇したことあるけど、全然大丈夫な距離ね。本当に大丈夫な距離。それでも怖い。親グマは子グマを守るためにちょっと、まあ人間目線だけどね、凶暴になるっていうからね。そうだね、臨戦態勢になるから。うわ、本当に大丈夫な距離でもめちゃくちゃ怖かったんで、ちょうどキャンプに行っててコテージに泊まって近くのコンビニに行こうと思ったとこだったので、その時に一度遭遇したことがあってめちゃくちゃ怖いですよ。だからそれで冷静に、まあ、自分はいられたのね、あ、今行かない方がいいとか、まあ、言ったら俺も調べた知識なんで、それで実践しようとは思ったけど、まあそれを思い出せるぐらいに冷静ではいたと。だからまあ自分は多分この企画が大丈夫だなと。野生とのまあ向き合い方、命との向き合い方みたいなのを今回はこの動画でなんか伝えられたらいいなと思っておりますけど、今日やることなんですけど、実際に漁師さんたちにお会いして挨拶して、そのまま漁にもう速攻入ります。なんかいろいろと喋ってる間に、もしかしたら山では何か起きてるかもしれないんで、もうすぐに入ります。そのままその後にご飯を作ってくれるらしくて。本当ですか？クマとかイノシシを実際にいただけるみたいです。クマ肉とかってこと？そういうことだね。すごっ。を実際にいただける。うわでその後、解体、イノシシの解体です。皮を剥くみたいなっていうのを体験で。うわ、魚はまだしも獣をさばくことになると思わなかったな、生きてるうちに。俺も思わなかった。なんかやっとくべきな気がしてきた。いや、今までお肉食べたけどさばいたことありませんっていう状態なわけじゃん。そうだね。それってまあアンバランスではあるよね。誰かがやってくれてるわけですからね。そうですね。それを今回は自分たちでやってみようと。わかりました。もちろんね、本当イノシシだからさ、何十キロとあるものをさばくわけですよ。経験なんてないじゃない。ない。そういうことをやるとより一層ね、いろんなものへの感謝だったりとか敬いっていうのが生まれてくると思うんで。そうですね。ちょっと体験してみようと。はい、ぜひ。頭だけじゃなく、今回は目で肌で体験して日頃のことに関して考えてみようという、そういった動画でございます。漁に出ていきたいと思います。行きましょう。行きましょう。うわー、行こうか。行きますか。これはぐれたら大変だもんね。イノシシがいるかだね、この雪で。とんでもねえぞこの雪。真横全部すっげえな、積もり具合。うわ、これ川？かろうじて川が見えるかなぐらい。白っ。一応流れてるのは確認できるけどね。でももう横の部分全部雪で埋もってるわ。雪の宿のパッケージかみたいなぐらいの積もり方してますね。よいしょよいしょ。うわすげえな。なんか体感温度がマイナスいってる、マイナス9度らしいです。今日体感温度すげえ雪積もってるやん。なんだこれ。さあガンガン進むけどまだまだこっからって感じするな。雪がパウダースノーよ。すごいな、漁師さんは。こんな道もガツガツ前に進むね。この山のどこかにイノシシとかクマがいるわけでしょ。なんかこんなに雪降ってたらね、急に出てきて分かると思うんだけど、うっすら道がある。これやっぱルートがあるんだね。これ雪ものすごい沈むわ。なんか休憩できそうなところ。天気がいいと、上の雪、ドサーンと落ちてくるから、溶けて。やっぱそういう自然のやつも分かってないと怖いところとかね、分かんないもんね。落ちてくるんだ。イノシシはだからその天気が悪い時はこういうところで寝てるんですよ。あ、もういるんだ。寝てます。この辺の山には何がいたりするんですか？イノシシ、シカ、クマ、全部います。
全部いるんだ。普通に人が生活してるところにも全然近さに近いところにいるんだな。ね。で道路にもイノシシが出る場合もある。怖いね。うん、怖いね。この辺にもじゃあいるんだな。背中に銃を携えていますね。散弾銃で、一番前の方がライフル銃です。これね、一歩歩くのもね、相当力いるよ。もも上げないといけないわ。埋もっちゃうから。ちょっと前変わるんで、はい、実際わかりました。どれぐらい使うか分かるんだけど、確かにね、俺らはもう歩いたところを行ってるだけだから。あ、このまっすぐか。じゃあ行きます。うわー、重てえ、足重い、足重い、なんだこれ。ちゃんと上げないと進めないや。これ疲れるな。もう俺の膝まで雪が来てる。あ、こっち林の中入ると多少は雪をしのげるんで。はあ、あ、硬くなった。雪がちょっと硬くなったぞ。何回立って、何回立って、何回立って。もういいよ。やっぱ弾込めて銃構えると一気に緊張感が走る。安全のため弾抜いたんで、はい、こうなると引いても弾って出ないから空っぽです。歩いた後、足跡。確かにさっき川流れてたから上から乾いて水補給とかしてんじゃない？これそうなんだ、そうなんだ。これだ、これ足跡だ。確かに点々と続いてる。ここ日本山。本当だ。あ、続いてる。この向こうに雪が降っても昔があるんですよ。そこで休んでるか。ここからはチームだね。皆さんが銃を構えてる。こうなると一気にちょっと緊張感高まるよね。熊の場合もあるってことでしょ。それは怖いな。登ってってるんだ。めちゃめちゃ山だよ。本当に。この中からイノシシ探すのか。間近でこういうものを見てると命に感謝したり自然にこう敬いの心っていうの、そういうのが生まれるよね。めちゃめちゃ急斜面上がってってるの。この斜面、この斜面上がってってんの。さすが野生。いや、ダメよ、ここダメよ。これほら、下硬いでしょ。そうです。歩きやすいですよ。あ普段はこんなもんだから、はいはい足ゆっくり。あ、そっか。これだともう硬いんで戻ったんだこれ。あ、逃げやすかったのか、こっちが。そういうことか。頭いいな、本当に。進める道ちゃんと選んでんだ。やっぱりさ、その自然で磨かれたさ、そういうね、知恵とかは動物の方が一歩上手な感じするもんな。それこそ殺気とかにも気づきやすいだろうし、俺らさ、その東京生まれとかさ、シティで育ってる人たちは殺気っていうのにさ、やっぱね、鈍感だけど、自然にいたらそういう殺気とかめちゃくちゃ敏感になるんだろうな。今狙われてるとかさ、あと目とかもやっぱ超えてくるんですよね。僕らアマゾンに行った経験があるんで。ほ、川だ。餌場なんですよ。餌場？イノシシの餌場。入った餌場。あ、本当だ。ここから入って中のやつをこうやって。中にこれ何がいるんですか？魚とかな？虫。虫？で、あっからこう入って、
出たんですよ。出てその後ろのとこその水が入ってるんですよ。あ、本当だ。お出たやつってお。はい。どういう風にしてイノシシっていう風に判断するかはいはいわかります？どういう風にしてイノシシという判断をするか。判断をする。足跡以外何なんだろ埋もれちゃってるもんね。周りはう。は白いですよね。い。は中入って遊ぶとい。土か。土がつくんですよ。で出ると真っちゃっちゃになってるからあイノシシだって言ってわかるんですよ。ああ、そういうことか。と黒い跡が見えたらこれはイノシシだなイノシシです。もう完全にイノシシです。いっぱいやっぱ積もってあん中入っちゃうと今度出れない。イうん。ノシシって足が短いでしょ。はい。出れないんですよ。あ鹿だったらなんとかねポンとあ。ピョンって飛べるけど。出るんですけどイノシシは出れない。これがだから晴れると向こうの山から来たりこっちから来たりしてこの辺が海水になってそれを追っていくんですよ。一番新しいやつをはいはいは見つけて。い。その新しいのの判断とかもやっぱね。ね。自然界の探偵だね。わ。にしてもすげえなこれ景色が。この辺ちょっと歩きやすいな。ああ。本当だ。はあ。すってった後か。本当だ、通り道。あ、降りてってる。これさ、イノシシだからこのあれだもんな。多分細い感じなんだろうな。そうだからもうちょっと多分早く来れば出くわしたかもしれ出くわしたかも。ない。もしかしてだからタイミングなんですよ。あー確かに。これがクマとかの形跡だとどうなるんですか。クマとかは今は冬眠してるからはい。まずいないです。まずいない。出てこない。近くにいる時もあるんだ。怖っ。ある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 。 12月にそう一回出くわしたとかあるんですか。取りました。木の上にいて木の上で。そうなんですよ。その場合はもう基本的には対処としてはどれが一番ですか。もう打ちますね。ああ、そう。漁帰ってもうたまたま要するに山行ってればすぐ打ちます。する。これもだから多分1頭だと思うんですけど、多分足が重なってると、要は2頭とか3頭伊藤さんと群れで動いてる可能性が。じゃあ今日もタイミング次第で出くわすかもしれない。もうちょっと早ければ多分あそこら辺でいたかもいました絶対いましたいましたちょっともうちょっと戻ってもうちょい上行ってはい引き返します。わかりました。まさにじゃあさっき歩いてた後なんだな。その時が来たら音を立てないように気をつけないとね。上だよ。だって幅広すぎるもん。ああ。群れの可能性が浮上しました。一頭だと狭いんだ。何頭も一緒に動いてるから道幅が広くなるんだ。ああ、今の状況とだから同じだね。そうだね。俺らの今の状況みたいになってるよね。隊列組んでる。今これでも雪の中にいるのにもう歩く道がさ険しいからかなりね体は温まってきました。ポカポカです。寒いように見えてね。安全のため今弾は一度覗いてますが、それでも弾を持ってるからね。これ戦闘機って歩いてるの超疲れると思うよ。もうこの上が伊豆様ですよ。やめると今度は要はこれを動物ってうん、山として見たりするんですよ。はいはいはい、自分たちのここエリアだぞっていうふうに言いますからあーだからここに入ってくるんだ。下へ今度来ちゃうんですよ。はあ、そう人の手が加わらなくなっちゃったりすると、そうああもう自然界のものでしょって思っちゃうんだ。山をほら管理する人管理する人がいなくなっちゃっていなくあってことはこういうふうに荒れた状態になるからー手つかずになると降りてくるんだ。どんどん動物が増えてあもう今どうにもならなくなってる。ーそうなってくるとね人間のね生活エリアとかも自分らしかいないんで確かにね確かにねじゃないですか。あー普通だってほらそうですね来ないでしょこっちは。昔はね山の管理者がこう通ってたけどそう今となってはっていう。そうであれもほらヨシのでしょあれあ本当だ。太いやと太い跡ね登ってってるあっちに。であれはあの場合はちょっと多分上行くと急になるから下がるんですよ。やめたんだ。やめるんですよ。はあ U ターンを覚えてんのか。登れないここ疲れるからやめようっつって。そうへ大体頭いいな横行きますよ。ーじゃあちょっと人間と本当同じ思考だね。一緒うん一緒だわ。でこの山も熊はいっぱいいます。クマが熊がいっぱいいます。へーこの周辺で見たことありますか。この周辺はねもうずっと前だけど、はい対岸に熊いたんですよ。怖っ。ちょうどあの辺に。あの近いな。皆さんがクマを見つけた時に近いなと思う距離って大体何メーターなんですか。まあ肉眼で見える距離かあもういた。もううわいたっていう風に感じる距離。したらもうすぐさまもう即撃てる準備を。猟の期間だったらもうすぐ撃ちますね。撃ちます。
でここは多分それないですけど、あ、これ熊棚かな。え、熊棚？あれな、木のほら枝がありますよね、ここにいっぱいこうなって、あれ棚っすよ。あそこにいるそう、あ、これだからこの方ですよ。熊が登った形跡がある場所。あ綺麗にこうマットレスみたいな。あ、そうそうそう、ママットレス、自然のマットレスを作るんだ。いや、秋とかなんかに要は山に行って、うんうんもうこういうのがいっぱいもうほらあれば、あ、ここはもう熊がいる、絶対いるなっていうふうに思わないと怪我しちゃいます。そっか。ちょっとここら辺来ると要注意なんだな。熊棚って言うんだね。ね、初めて聞い熊がそのほら寝るところ、うん冬眠するところ、うんあるんですけど、それは要するにその樹齢が要はほら何百年とか木がほら古くなってくると穴が開くんですよ、みんな。でそこのとこから要するに自分でほら入っていって中で寝ます。自然を活用してるな。で自分の体温を自分で下げる、熊はそっか。より使わないようにね。下げて冬眠する。はあ、極力ねエネルギーをねで冬眠消費しない。した時も要するに人間みたいに排泄はしないんで、その期間うんちもしないしおしっこもしない。父だけは出る。お乳だけは出る。子育てしてるから。子育てはそれだけは。自然ってすごいなマジで。木の上に熊いることあるんだ。めっちゃ怖いな。ビビるよね。多分この辺では秋頃、多分その辺できっとキャンプをすると近く絶対通りますよ。匂いとかで多分ね。通りますよ、通ります。い。もうじゃあでもここはもう完全に動物たちがね行き交うエリアなんだね。自然のもう手作りだね。でもよーく見ると穴みたいなのがいっぱいあるから怖いな。もしかしたらあそこにクマがとかさ、いろいろと周りも見ながら歩いて体力すごい。素人はさ足元見ちゃうけど、もう漁師の皆さんはちゃんと周り見ながら移動してるんだよね。いやー、よく皆さんも歩いてましたよ。いやいやよく歩いてきた。でもこれで簡単な方なんですよね、道のりが。もし取れればどうします？持ち帰らないといけないんだ。そう。でロープに今度かけてロープで引っ張ろうとするんですよ。うわ大人一人分ですよ。小さくて大人一人分ですからね。70キロぐらい。それが大きいやつだと120キロぐらい。 120キロ冬場だとそこの場で腹を出して、で雪を詰めて冷やして、冷やして。で土地まで行くとまた雪が溶けるからまた新鮮なまた入れて雪を引っ張ってきます。雪を活用してる。その作業鮮度のね。だから多分川の中で多分打っちゃえばもう大変ですよ。引き上げる。引き上げるのが。引っ張るんじゃないから。これでもよかったね。さ、クマとかいきなり現れてみ、50メーター先とかに出てきたらもう終わったって思うもんね。走って逃げるっていう選択肢もないね。走れないんで全然走れない。クマって確かあれだよね、60キロぐらいで走れるから、もう絶対的に、しかもこんなね足場の悪いとこだったら60キロ出されたらもう終わりだから。金太郎の話あったりするわけじゃん。そう、まさかり担いで金太郎がさ、だから熊と相撲の稽古するっていう話はさ、もうなんかそれはもうさお話として伝わってるからさ、誰も信じないけど、これリアルでって思うと、とんでもないことしてるよな。ロシアの格闘家でさ、子供の頃クマとスパーリングしてたやつがいるんだよ。ヌルマゴメドフっていう選手がいるんだけど、コナー・マクレガーに勝っためちゃくちゃ有名な選手ね。無敗で MMA を去ったね、現役引退したヌルマゴメドフさんは子供の頃クマと相撲を取ってたんだよ。意味わかんなくない？こういうのがあるとそうすごいね利用するんですよ。知って隠れられる。隠れられる。うわー。そうでこれも本人しか触れない。触らない触っちゃいけない。触らないライフルなんで、でこれが雷管、この真ん中このに真ん中に。雷管で、はでここの中がほぼ火薬が入ってて、でこれが弾頭、で先っぽについてるのが鉛です。本当おっかない。おっかないよ本当本当に怖いです。だから自分は20何年やってますけど、おっかない。銃はおっかない。それを分かった上で所持しないといけない。おっかない。引き金引きはもう全部自分の
100% もう自分の責任。責任ですもんね。それをね分かった上で打たないといけない。そうだから必ずもう獲物を見て確認をして、ここだったら大丈夫になってるので火が見てます。いたワンってわけじゃないってことだよね。すぐ確認しないとね。やぶになるガサガサって言っただけで、あ、なんかいるわってバーンって言ったら人がそこで探されてる人とか、うーわそういう事故って毎年あるんですよ。聞いてるだけでも恐ろしいよ。恐ろしいね。わかんないもんね、その気まぐれで山に入ってる方がいるかもしれないわけだから。だしさ、それが熊だった場合よね。もうさ、いろいろ考えてさ、熊がいる、周り確認する、大丈夫、撃ってよしっていうのを即座に判断できなくね。本当にね。だって人家の方に熊がいる場合だってあるわけじゃん。焦って撃ったらいかんってわけでしょ。冷静な判断しないといけない。これさ体験なんで、はい。はっきり変わってさ、わかりました。いけ。歩きづらいったらないよ。ここすげえ深いぞ。上がってるもん。こうやって走るがこんな感じで。あ、早い。早い。早っ。俺らもだからこういう撮影は結構さ、ある方の YouTuber だから自然とねこう対話するっていうあるから、ちょっとこういうのは覚えておきたいよね。結構本当なんか移動の最中とか家にいる時とかこういう自然のこと調べちゃうもんな。前のお三方が要はね銃、引き金を絞るわけじゃないですか。けどさ、俺らもこうして一緒に移動してるからさ、俺らもその気持ちじゃないとダメだよね。動物に対してとか自然に対して、ね、なんかお三方がやってくれるからっていうなんか無責任な感じでは山入れないなって思ったわ。しっかりと山へのリスペクトを持って入るべきだなっていうのは今日感じたな。姿は見えなかったですけど、あ、いるんだなっていうのはね分かりましたね。どこが優しかったかだけ説明お願いします。あのコースは結構楽なんですよ。すごいわ。すごい楽ですよ。いやでも本当は戦闘体験させてもらったんで、よくあんなずっと先頭で走れますね。あれは交代していくんですよ普通は。体力の温存で。そう。すごいな。でもいい経験だったわ。よし、じゃあちょっとまた後で撮りましょう。はい。場所確保してください。はい。靴下脱いじゃおうね、これ濡れちゃってて。ごめんなさい。いやいや。熊の写真。チーム人より大きい。ね、チームで撮った熊なんだろうねあれ。本当はね、多分170、80センチぐらいあんのかね。うわ、あれやばいんでしょ。でかいな。熊。で横がイノシシかね。これはね。そうだね。2頭かな。します。すいません、お借りします。ああ、もう非常にずうずうしい。もう寝ちゃった。お構いなく。熊汁いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらが熊汁です。すごい。うわ、油がかなり出てますね。いい香りしてますよ。いい香りするね。イノシシのカレー。イノシシのカレありがとうございます。イノシシのカレーいただきました。熊汁イノシシカレー、すごくない？ワイルドだね。ワイルドだよね。うわ、これすごいな。取られたやつなのかな。そういうお店に行かないと食べれないもんね。ね、ジビエ料理とかさ。おお、熊の毛。よく冷えて。熊の毛。熊の毛。あ、これ取った熊ですか？小動物ね。小動物でこれはハクビシン。ハクビシンの。ハクビシンが1匹2匹。アライグマ。外来種だもんね。これもう見つけたら取らないと。もう取らないといけない。可愛い自分を暮らすまない。結構硬いよこれ。爪じゃん。爪残ってる。熊出た。海外のゲームにこういうキャラいるんだ。あ、いるね。いるね。こういうキャラいる。重いでしょ。重い。もう爪の先ってばい菌ばっかなんで、もう即病院に行かないとダメなんです。これは怖い。いや、ばい菌入るだ。いつまでこれなんだと思った。このままずっと喋り続けそうだったよ。これを成人男性の数倍のパワーでさ、振られるわけでしょ。
体から食い出されるとね、こらめり込むど。うわ、すすいません、じゃあいただきまーす。うわー、いただきます。ちょっとね、熊汁いただきたいな。熊汁のこの油すごない？自然な油。熊の油。これはイノシシの角煮。イノシシの豚みたいな。まだつい最近取ったばっかりうわ、いただきます。うわ、普通にめちゃくちゃ美味しい。めっちゃ柔らかい。かいです。とろけるね。うん。いやこれは貴重だわ。なんかね、結構硬そうに見えて柔らかい。いや、そう。いや、だから普通に調理すると硬くてくれない。辛くて。そうなんです。これはもう腕だねじゃあ。すごい料理の腕が。こいつムキムキだったな、多分。すげえ繊維しっかりしてるもんな。そうだね。うんこれお肉食べてるって感じはする、よね。する。すごい。どのくらい取れるの？一頭から。僕はだいたい1頭からピスガイだと30キロとか。30キロ。すごい美味しいんだけど不思議な香りをするの。そうだね。他にない香りがするよね。あ、熊ってこの香りなんだ。わかるわかる。美味しい。熊いいですか？熊汁欲しい。それ困ったな。じゃあ言わないでくださいよ。言いたいだけだ。ありがとうございます。はいよ。印象的にみんながどう思ってるかわかんないけど、なんか街のインタビューとかでどっちの肉が美味しかったですか？豚、イノシシだった時、イノシシの方が多いらしい。あ、肉あった。一食一食考えるようになるの、ほんと。なんか一層ありがたみを感じるよね。うん。すいません、ありがとうございます。洗ってくんだよ。はい。どこで？外か。外。あそこに川あったな、確かに。めっちゃ凍ってたけど。ちょっとね、逆に油少なめのとこ行ってみた。イノシシのね。白い。私が見てこんにゃくの白いどうぞ。俺豚より好きかも。野生味あふれるワイルドな匂いもしないし。しない。臭みはない。馬汁こんなうまいんだな。めちゃくちゃ美味しい。馬汁マジうまい。火動物って魚とやっぱ違うからさばくの大変ですよ。最初に例えば獲物取った時のことって覚えてらっしゃいますか？撃つ時めちゃくちゃ覚悟いるじゃん。ね一発目絶対。怖いよね。怖いね。実銃を撃つっていうのもね、まあ、訓練はするんだろうけど。なんか的を撃つわけじゃないじゃん。この一回の行動がさ、いろんなものをなんか巻き込むことにもなりかねないじゃん。そうですね。すごい覚悟だよな。イノシシの初、はあ、心臓の部分だ。 3日前の初だ。内臓。初めっちゃ好き。まあちょっとね、無人島とかも行かしてもらったりするけど、それですらちょっと考えるもんね。考える。うんやっぱ魚は森でついたりとかさ、うんした後に自分で調理して食ったりとかするじゃん。うんあの時もやっぱ考えるもん。ね。あの時のいただきますやっぱね。まあ普段が軽いわけじゃないんだけど、そうじゃないけど、普段ちょっとそのお金を払うことで、ある意味で距離ができちゃってるそうだね。こう生で感じられるぐっと埋まるからじゃないけど、これが本来の姿かなと思うとね。食事ってこういうことだからね。うんやっぱ生態系が壊れちゃったりするわけじゃん。そうだね。元の姿ではない形になっちゃったりするわけだよ。誰かがそれをやってくれてるわけだから。残さないでみんな食べてお皿だけ残してね。いや、もうお皿も食べさせていただきます。ガッチャンかお前。あられちゃんの上に飛んでるやつじゃない。おお、初。3日前に採れたイノシシの初です。もう食べた瞬間に匂い違うわ。異国情緒まで感じる。あ、そうだね。これ結構ガツガツいっちゃうタイプだから。食欲結構湧く。バクバクいっちゃうね。酒があれば多分ね。飲みます？やらっけ。熊になるとまた味が違うんですよ。熊の心臓もうちょっとやっぱ大きいですけどね。はい。大きいけど。歯ごたえいいとこ当たった。コリコリする。全然モサモサもしないもんね。チュルッ、チュルッと食べれるわ。だから内臓系は、心臓とまずレバーありますよね。レバーは普通に食べれますよ。内臓系。内臓。腸とかあとは胃。胃袋も食べます普通。あ、でも何でも食べれる。手間はかかりそうだね。熊っ
岩とかだと何キロになるんですか？大きいのだと岩川と一番大きい取った人で200キロ。運べねえじゃん。大体普通のやつ70キロから100キロぐらい。大変貴重な食事でございましたね。この後はじゃあ体験してもらいます。わかりました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。お食事をいただき、はい。そして、今ジビエ肉専門店って書いてあってね、直売所って書いてあるんですけど、ほう。ここに解体所があるんだって。なるほど。だから狩猟で、取ったイノシシだったりクマ、鹿とかをここに持ってきて、ここでさばいて、で売ったりとか、家に持ち帰って多分食べたりとかするんだろうね。なるほど。だからここで今からですね、さばく体験というか、皮を剥ぐはいはいはい。体験をします。うわー、これは貴重だね。やることなんかないからね。ない。うまくできるかな。まあうまくできるかもそうだし、向き合い方もむずいよね。そうだね、うんそれを体験することによってさっき食べた食事もちょっと変わってくる。そうだね。意味がなんかそれを学べるっていうのもまた人生の幅的にはかなりね、かなりいい大ことだし事だよね。ちょっとじゃあ中入ってみましょうか。はい。ジビエ肉専門店。ほんで雪すごいの。すぐ積もる。もういた。もうああったあった。った目の前に。予想より早く出てきたからびっくりしちゃった今。もうお出迎えされました。もういた。イノシシ。まあまあイノシシだね。ね。内臓も入ってあるそうです。段階のやつね。だから一番もう楽なやつです。確かに。抜いて抜いてここ切ってください。切れ目を入れると。切れ目をきちんと剣みたいな。グッとお、入った入った入りました。入った。これも外しちゃっていいんですか？外しちゃっていい、外しちゃっていいです。さっき俺がやった通りにやってもらえれば。結構大変そう。結構大変。めっちゃむずくねこれ。どこ硬っ。マジでむずいな。でまず関節を見つけないと多分ねずーっとこのままになってるから関節ってここにあるんですよ。ここにちょっとナイフとかですか。お、来た。来た来た、ここだ。ここだ。そう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 。入ると。でちょっとこうやってギュッと手でグッと。そうであとはどこについてるかなーって言ってナイフをこの骨に間か沿って入れてるんですよ。この間に入れる。そうそうそうめっちゃむずいよ。でかいから。そのだから筋を切ると多分できた。やっと外れました。これか。どこが関節なんだろうを探すので、こんなんさばいたことないから。あとそもそもだけど、シルクとか自分は多少大丈夫な方だと思うけど、かなり覚悟はいると思います。まあそうですね。普通は。一応ね覚悟してやった。してやったよね。やっぱ1投目、ちょっと入れるときにふーってなった。なるよね。なったなったなった。これはマジで勉強だよ。もしシルクが食肉担当だったらっていう世界線の話。身が超冷たいのよ。手の感覚なくなるぜこれ。まだなんか凍ってるっていう。そう超冷たい。そうか。それは思いっきりこうやって皮引っ張ってあげて皮に沿ってナイフを斜めに立てるんですよ。もうスーッといく感じです。皮は意外と頑丈なのかな。パワーいるよなこれ。もうねやばい。これパワーいるよ。油がさ皮についちゃうと、落ちにくいよそう歯がさもう油の方にどんどん通ってっちゃうから。おお、な。向きが変わった。これまだこんなに残ってんだね。あともう左手の感覚がない。そうなくなる本当に。諦めたよ。マジでなくなるよね。ない。すっげえなここ。なんだこの油。欲しいってこれ。でも魚と全然違うのかと思いきや、ちょっと似てる部分もあるっていう。これはどうなっちゃっているんだ。いや違う違う。どうなっちゃっているんだ。あでも結構半分までいってるんじゃないか。これいってるのか。もう半分がもう半分ですか。いいじゃん。おお完成しましたね。お、交換した。もういける。ちたょっとやらせてもらって、もちろんねお手伝いいっぱいお手を借りたんですが、一応皮剥げたね。イノシシの皮取れました。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてにしては貴重な体験だった。うまいうまいです。達成感。指がもう動かないよこれ。めちゃくちゃパワーいるよな。めっちゃパワーいるよ。マジでパワーいる。で一番面倒くさいと言われているもう臓器がない状態だからね。そうですね。全部拭く
含めてめちゃくちゃ大変だなこれ。うまかったと思います。ありがとうございますありがとうございます。上手でしたよ。いや本当に食事への感謝ともうなんか一言じゃ伝わんないと思うわ。まあでも2度あるかわからないけどかなり経験値はたまったと思う。たまったね。ね、あんなに皮重いんだってマジで多分この2人でよかった。あ、そんなスムーズにいかない。多分見れないと思う他のメンバーは。ああ見れないと思う。なるほどね。ちょっとこうなってねずっとってなっちゃうと思うな。1日狩猟体験終了でございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやーちょっと1日濃かったね。いや濃かったね。いや雪山はびっくりしたよね。そうだね。もうだから最初入った時はもう何も知らないから雪しか見えないみたいなそう状況だったけど、まあ、途中いろんな説明とか聞いていくうちにあこれはイノシシのこの形跡なんだなとかが分かるようになってってあなんかハンターの方にはそういう風に見えてるんだっていうのがねちょっと垣間見えてただの白い景色だったんだよね最初は。そこからいろんな印に気づき始めるんだよね。そう面白かったねあれ。いやあれは面白かった、そういう経験を経て山に入るとまあやっぱ安心もちょっとできるじゃん。そうだね、ここ近寄っちゃいけないとかさそういうのも分かるようになるから、で今日はね山に入って、まあ、それこそ、まあ、獲物を探すっていうところから、まあ熊肉とか、ね本当にイノシシの料理とかもいただいて大変美味しかったね、味をいろいろと堪能したり、はいその後解体をちょっと見させてもらって、ねこれが狩猟体験ですよ。漁師さんがもしいなくなってしまったらっていうこともさ、ちょっとどうなっちゃうのか多分ね喋っといた方がいいと思うんだよね。確かにあんまり実感として俺たちないというか、そうだね。もし漁師さんがいなくなったら、やっぱ今日話したんですけど、ここは全部田んぼだよって言ったじゃないですか。はい田んぼってあれなんでやめたかっていうとみんな高齢化なんですよ。ってなるとああいうところってみんなやっぱりイノシシとか鹿とか熊とかのあそこはもうだから縄張りになってしまうんですよね。で要するにハンターも漁師も同じでやっぱりいなくなってしまうと今度は取る人がいなくなる。人間の私生活が脅かされ始める。そう本当は要するに共存っていうのは一番いいんですよ。でも共存ばっかりきれい事で言うとじゃあそのいっぱい増えた時にどうするのっていう。対策の方が追いつかなくなって対策の方が大きくなっちゃうんですね。だからもう共存も大事だけどもやっぱり取って減らしていくっていうのも大事です。でその取った命を自分たちがいただいて供養をするっていうのが一番大事じゃないかなと思っています。あの畑だって道路から遠いわけじゃなかったじゃん。そうなんだよね。結構近い距離だったから獣の住みかの方が増えていくから最終的には人間の住みかの方が多分減っちゃうと思います。そこのねバランスみたいなのを保ってる。そうだからハンターが減るともうだから取る人がいなくなるんでもう増えるばっかりですね。もう今回ねしっかりと自分らの目で見てね分かったのはでかいかも。そうだね。いろんな多分考えを持たれてる方いると思うけど、俺らはこのやっぱ直視してそのね畑だったところに野生の足跡があるとかさ、そういうのを見ていろいろと今日考えさせられましたよね。そうだね。いや見せていただいたんだけど、これは映せないからその動画にはできないんだけど、ものすごいいろんなライセンスとかがあってそれ管理とかもすごい厳しいからもう含めてやっぱその漁師さんがいてのこのバランスが保たれてる状態がやっぱ一番健康というかこれがまあ共存のベストな形なのかなっていうのは考えさせられましたけどね。ただの趣味でやってるわけじゃないからね。本当だよね。一個一個の行動がすごく責任を感じた日でした。すごい社会科見学だった。本当にそうだね。いいマジで綺麗事ゼロにしてすごくいろんなことに感謝した。本当に。すみません。なんかこれすごくいろんなことに感謝した BGM みたいな。獲物と遭遇っていうことにはならなかったんだけど、でもそれもまたリアルですよね。そうだね。でも形跡はあったからね。本当に。1時間前に入ればおそらくタイミングよくイノシシとは出会えた。間違いなく言いました。1時間前に入れば言いました。いや本当にイノシシの形跡とあとクマの形跡もあったからね。あったね。木にあったからね。見れただけでも大きかったなという。正直本当に対面したら俺らはどうなっていたかわからない。すごく緊張感のあった撮影でございました。野生を感じた。野生感じたね。いやなかなかできない狩猟体験、あと本当に新鮮なイノシシとかクマのねお肉をいただけたので、それもまた珍しい体験でしたね。いや本当にはいごちそうさまです。はいいろんな職業体験みたいなことやってますけどね、異例だったかもしれない。異例ちょっとねさすがにかしこまっちゃうねこれね。そうだね。本当に今回ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な体験でした。いいありがとうございました。ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。
せーのアデュー。